我流です。皆さんもうお気づきだと思いますけども、私最近ですね、シリコンを使って何かを作るっていうのにすごくハマってまして、まずはスメルトから入ってですね、そこからイカとかエビとか作ってるわけなんですけども、実際に魚も釣れますし、加工も比較的簡単ですし、素材も手に入りやすいということで、アイデア次第では面白いものがたくさん作れそうなんですけども、このシリコンですね、どこで手に入りますかっていう質問をたくさんいただいたんですよね。特に海外の方から。これ僕がですね、こういう手で絞り出すという非常に珍しいタイプのシリコンを使っちゃったんで、何か特殊な素材に移ったようで、これ失敗したなと反省してるんですけども、これ中身はですね、この普通のこのシリコンシーラントなんですよ。ホームセンターで普通に売ってます。色が何パターンかあってですね、これはクリアなんですけども、クリアといってもですね、全くの無色透明ではなくて、例えるならそうですね、20倍に薄めたぐらいのカルピスぐらいの乳白色系の濁りがありますね。ほら、ご覧の通り業界の定番と書いてあります。最初からこれを使っておけばですね、海外の方も混乱に巻き込むことはなかったかもしれませんね。これが一番一般的でしょう。ただしですね、このシリコンを使うにはですね、このようなカートリッジガンが必要になります。そんなこと分かってるわと画面に向かっておっしゃってる方は多分たくさんいらっしゃると思うんですけども、これね、知ってるという想定で動画進めると、後でコメント欄にですね、いっぱい質問が来て、それに答えなきゃいけないという羽目になるんで、逆に大変なんですよ。だからここは我慢してちょっと聞いてくださいねということで、このガンにですね、このシリコンをセットしてですね、本当に銃と同じようにトリガーを引くと本体が注射器のようにシリコンを押し出してくれるという仕組みになっています。これでシリコンをチューッと出して作るわけなんですけども、どう考えてもでかくないですか？小さなスメルトを作るのにはこのガンはちょっとでかいなと私感じましたので、その足で100均に走ってですね、これを買ってきたわけです。ダイソーのピペット、化粧品スポイドって書いてありますけども、どう見てもこれは注射器ですよね。ピペットって私の認識ではスポイドみたいなものだと思ってたんですけど、これは化粧品用スポイドと書いてますけど、注射器ですわ。で、前回これを使った時にすごく質問がこれに関してきたんですよね。見てください。こんなごつい針が付属してますね。さすがに先は尖っていませんけども、こんなもんヤスリで斜めに数十秒削れば簡単に尖らせることは多分できると思うんですよね。なので大体これを見てお分かりだと思いますけど、この針はですね、あれに流用できると思うんですよ。なのでちょっと作ってみたいと思います。数十秒はちょっと言い過ぎだったかもしれませんけども、1分半ぐらい研げばこのようにしっかり先が尖りますので、これに付属していたチューブをですね、キャップにしてタックルボックスに忍ばせておくと、魚のエア抜きとして十分に使えます。小さな魚が浮き袋パンパンで上がってきてもですね、これを例えば魚とするとヒレの裏側からプスッとこれを刺してあげて、浮き袋から空気を抜いてあげると元気にまた海に帰っていきますんで、そういう所作がですね、さりげなくできる人っていうのは僕は尊敬されると思いますよ。釣りが上手い人っていうのは、つまりはこういうことがさりげなくできる人のことを言うんだと思います。某ミラクルおじいちゃんはですね、回収から次のキャストへの一連の流れが美しい人が、釣りが上手い人うんぬん言ってましたけども、僕はその前にこういうことができる人を尊敬したいと思いますね。はい。さて、むちゃくちゃ話はそれましたけども、シリコン小分け注入の話に戻りたいと思います。このダイソーのピペットですね、これはですね、この部分、針をつけるためにですね、抽出口の外側にメスネジ加工された枠があるんですよね。はい、この部分ですね。これがとりあえず使うのにむちゃくちゃ邪魔なんで、これをまず撤去することから入ってみたいと思います。ニッパーペンチとかを使って撤去していきます。
はい、これで無駄なものを撤去して見た目も抽出口が細くなって使いやすくなったと思います。でですね、従来のガンと大きさを比較するとですね、こんな感じですね。重さも大きさもこんなに違いますので、どちらが使いやすいかという説明はもういらないと思いますね。はい。では早速ですね、こちらに本体からシリコンを移してみたいと思います。実は私ですね、このガン初めて使うというちょっと緊張しておりますが、本体に穴を開けてセットして出んのかこれで。出ます。おお。それでは移してみたいと思います。おお。意外とすごい勢いで出る。これむしろやっぱガンで細かい作業するの結構難しいですよね、多分。はい。今まではちょっと手で絞ってたんで、ちょっと感覚がわからなかったんですけども、大体これぐらいでいいんじゃないですかね。はい。果たしてうまく出るのか。ちょっと先端に空気が入っていますが、ちょっと先走ったものが先に出てしまいましたが、ちょっとそれはちゃんとティッシュで拭いておいてですね。綺麗なもんですよね。はい。これであとは作業すれば良いということで、先ほどのガンよりははるかに使いやすいと思いますよ。ちょっとやってみましょうか。はい。ビニールの上にこのように折り目の部分にチューッとちょっとだけシリコンを出しておいて、下準備したフックをここにセットして、あとは挟んで形を整えるだけでできるという、割と本当に簡単ですよね、シリコンスメルトって。はい。これで数日置いとけば完成なわけで、非常に注射器を使うとさらに手頃にできるという感じがしますね。注射器じゃなかったピペットですね。はい。それでですね、特に質問が多かったことなんですけども、この移したこのピペットの中のシリコンは固まりますよねっていう質問ですよね。注射器は使い捨てなんですかみたいな質問が多かったんですけども、これ実際に使ってみましたけども、約1ヶ月ぐらいですか。内部は全く固まりません。ただこの先端の空気に触れている部分、この抽出口ですよね。ここは2日ほどで固まっちゃうので、このまま保存しておくと次に使う時に目詰まりを起こしてえらいことになります。最悪は注射器ごと捨てちゃうという感じになるんですけれども、このようにあらかじめシリコンをこれぐらいプニューと出しておいてですね、この状態でですね、はい、こうやって立てて保存しておくと次使えます。問題なく。ちなみにこれは1週間ぐらい前に使ったピペットなんですけども、中にシリコンが入っていて、先端同じようにプニューとちょっと出しております。これは当然1週間経過してますんで乾いているわけですよね。硬化しているんですけども、この硬化した部分ですね、プニュッと出した部分を取って引っこ抜くと、はい、中で固まっている部分もこのようにスポンと取れます。そしてそれ以降のものはどうなっているかというと、はい、全く問題なく使えます。ということで、この片付ける時にですね、この注射器をしまう際にこの先っちょですね、ちょっとピュッと出しておくということが非常に大事になりますが、それさえ守っていれば全く持続可能、使い捨てではなくてですね、シリコンを使うことができるんじゃないかなと僕は思っております。付属していた針もですね、先をできれば削っていただいてエア抜きとして使ってもらえれば、さらにね、ゴミも出ずにいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもやってみてください。ということで、いろいろシリコンに関して来た質問にお答えしてみました。じゃあまた。